こんにちは、ヤクモ太郎です。本日からアートフェアアジア福岡がこちらの福岡マリンメッセ B 館にて開催されます。今回はなんと僕の作品も展示されるということで、聞くところによると床面積はアートフェア東京と同じサイズらしいんで、規模的にも出展されているギャラリーさんもとても多いという印象です。さあ、早速行ってみましょう。さあ、こちらのマリンメッセ B 館ですけれども、入り口の前にはアートフェアあるあるですけれども、車を並べるというですね、今回はベントレーがずらっと並んでおります。本日は午後4時から VIP のプレビューが始まります。会場に入ってみましょう。まあ少し並んでますね。今回の動画はまずは設営中に動画撮りましたんで、わちゃわちゃとしたアートフェアの様子も含めて楽しんでもらえればと思います。さあ、入り口ですけれども、この時は人が並んでませんけれども、VIP のオープニングの時は5、60人並んでたイメージですね。すごい盛り上がってる雰囲気は感じました。そしてこちらがブースマップです。冒頭にも話したんですけれども、床面積的にはアートフェア東京と同じという話だったんですけれども、今回の出展ギャラリーは119ギャラリーですかね。アートフェア東京に比べて、ブースも小さめだったし、ごちゃごちゃしている感じはありましたね。ですので、中に入った時に、これはお客さん入ったら動画撮れないな、と思ったんですよね。通路も狭いですし、ブースも割と近い構造になってたんで、VIP の当日の午前中、お昼から午前中にかけて、設営中の様子を捉えてます。たまには、こういった設営の様子、釘の音とか、はしごがあったり、準備をしている様子なんか見ることもあまりないと思いますので、その辺も含めて楽しんでいただければと思います。会場はマリンメッセ福岡 B 館です。アートフェアアジア福岡は2015年から始まったアートフェアになりまして、通称アフアフというらしいんですけれども、アフアフっていうのをですね、現地で初めて知りましたけれども、アフアフか。2015年の初めのフェアは、ギャラリーも27件、2016年が38件というですね、地道に大きくなってきたんだなというのを感じますね。ギャラリーが119出てますから、アーティストの数はおそらく4、5倍いるんではないでしょうか。だいたい4倍ぐらいかな。300人から400人ぐらいのアーティストの方々が展示をしてたのかもしれないですね。知り合いのギャラリストやアーティストの方もたくさんいらっしゃってて、また終日すごい天気も良かったんですよね。少しだけ雨が朝方降った日がありましたけれども、ほとんど快晴、暑いぐらいの快晴でしたけれども、福岡、博多っていうのは、皆さん特別な感じがあると思いますね。ご飯も美味しいし、みんなラーメン食べたり、水炊き、もつ鍋、いろいろ美味しいものがたくさんありますんでね。そういうのも、アートフェアに参加する楽しみの一つだったりもするわけですけれども、初日の VIP、結構人来てましたね。初日、丸々4時から8時と、次の日の午後2時までが VIP だったんですけれども、人はたくさんいらっしゃってました。去年は会場がばらついてたっていうことで、来場者もばらついてしまっていて、ぶっちゃけフェア自体の評判というか、そういったものはあまり良くなかったような気がするんですけれども、今年はマリンメッセにギュッと凝縮されている、いろいろと新しい段階に入ったのかなという感じですけれども、正直売り上げとなると、去年出てた方の話を聞くと、去年の方が良かったんじゃないかなんて話も聞きますけれども、1年前と今の状況だと、純粋に経済の状況も全く違いますしね、ガソリンの値段も高いですし、いろいろとこの現代アートを取り巻く市場に変化が大きく如実したようなフェアになったのではないかなとも思っています。
去年もそういった話もあったんで、今回のフェアの期待値はかなり高かったんだと思います。会場が大きくなったりとか、ギャラリー数が増えてるのももちろんそれもあると思いますね。海外のギャラリーも韓国、台湾、ベトナム、インドネシア、フィリピンなどから出店が多かったですね。韓国のギャラリーは5件ぐらい出てましたかね。ベトナムからはビンギャラリーというですね、若い女性のやり手のオーナーがやってきてましたけれども、あと台湾のギャラリーで有名なイリアーツも出店してました。海外のギャラリーはなかなか大変そうでしたね。いろいろ対策は練ってきていたとは思いますけれども、逆の立場を考えても、海外でいわゆる外国人というですね、扱いになるプライマリーの作品を売るのはなかなか大変なことですよね。映像では設営中のフェア会場の中をうろうろしてますが、こちらは松枝祐樹さんの作品が並んでましたね。2010年ぐらいから韓国ではすごくアートフェアに出展されているアーティストですね。まだ会場の中の照明も少し暗い様子になっていますけれども、こちらが先ほどちょっとお話ししたベトナムのビンギャラリーのブースですね。入り口のすぐ目の前のブースを取っていました。で、先ほども言ったんですけれども、このフェアは9月の21日の午後2時からが VIP、いわゆるフェアのオープンの時間になるんですけれども、だいたいアートフェアっていうのは前日とオープン初日の午前中が搬入設営日と設定しているところが海外のフェアでも結構多くてですね。今ご覧いただいている設営が終わっているギャラリーは前日にすでに福岡に入っていて、すでに設営が終わっている状態とテーブルとかもしっかり準備されてますね。ですので、ギャラリーというのは大体、いわゆる VIP の日の前の日の朝一に現地に到着して、荷物を受け取って、設営を始めるか、そのさらに前の日に現地に入っていることが多いですね。海外だと VIP の前の設営日、飛行機の時間の関係もあるので、その前の日に入っていることが多いですね。そう考えると、やはり、搬出のこととかも考えると、アートフェアっていうのはだいたい1週間ぐらいの出張になることが多いですね。そう考えるとですね、この9月から年末にかけては、このアート業界、いろんなフェアがありますよね。特にアジアはキアフがあったり、アート台北があったり、そしてこの福岡。これはなかなか、やはりこの時期が一番忙しい時期なのかなって思いますね。で、個人的にです。これ本当個人的に、思ったことというか感じたことは、やっぱり福岡にもギャラリーがあるかとは思うんですけれども、地元のアーティスト、福岡のアンダーグラウンドじゃないですけれども、そういったブースがもう少しあってもよかったかなとちょっと思いましたね。カフェギャラリーなんかがこういうアートフェアに出るっていうと、少し敷居を下げてしまうというか、ブランディングにもしかしたら傷をつけてしまうというか、アートフェアはどうしてもコマーシャルギャラリーのものというか、そういうイメージがありますけれども、福岡、博多とかってカルチャーの発信する地域というようなイメージもあるので、これはね、賛否あるかと思いますけれども、地元のコマーシャルギャラリーまでは行かなくても、ギャラリーカフェとか、そういった感じの形態のギャラリーっていうのも、10件から20件ぐらい出てくれて、福岡で活躍しているとか、まだ東京に出て行ってないとか、福岡の学生さんだったりとか、地元で有名な人とか、いろいろいるかと思うんですけど、そういう人たちのブースがせっかく、地方都市というか、そういうところなんで、あってもよかったなぁと思ったりもしましたね。そうすると、東京にあるギャラリーも、この子面白いなとか、今度東京で個展やらないとか、あと、やっぱり地元のそういう、コミュニティを持ってるところが出てくることによっ
、地元の来場者数とかコミュニティの方々が来てもらうっていうのも面白いのかなと。まあ、ある意味カオスっぽくなるかもしれないですけれども、それもすごい見てみたかったなと思いましたね。というのも、調べればいくらでもわかることなんですけどね、最近は Google マップとか Google とか使えばどこにどういうカフェがあったりとかっていう、特に博多はね、いろんな有名な作家さんたちの地元でもありますんで、いろいろとあると思いますけれども、そういうのが、連携というか、マップみたいのがあれば、いろいろ回れたりもしたかもしれないんですけれども、なんかそういう少しカルチャーっぽいようなコーナーというか、ブースがあれば面白かったのかなっていう気もしてますね。果たして来年もこの規模でやるのかどうかっていうところは、来年になってみないとわからないですけれども、ギャラリーの方とかアーティストの方とかも実際に行ってみたりとかした方は結構現実的な今の現代アートを取り巻く状況を冷静に感じたのではないかなという機会になったかなという側面もありました。本当に今回はいろんな方と交流ができて、今活躍しているアーティストの作品も見れたので、とてもいい機会になったと思います。やっぱり国内っていうのは純粋に楽でいいですよね。移動も含めて。ということで、楽しんでいただけましたでしょうか？今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回もご覧ください。